はい、それでははい、乾杯ということでいただきます。なんぼでも飲めるね、これ。3合飲まないかん開けたら。コップだけいけそう。あかんあかんあかん。はい、録画終わった頃に芸妓さんが来るんでしょ、ここに。なんでほんだやはい、では後半は、美味しいお酒をいただきながらさらに舌包みを打ってお話を変えたいと思います。よろしくお願いします。よろよろしくおしくお願いします。願いいたします。それではどれからいただいたらよろしいでしょうか。聚楽台から。聚楽台、はい。聚楽台ですよ。ここついそこまで聚楽台が来てましたので、うちにもね庭の真ん中に聚楽台の申し訳ないそれ言います。です、ゲストにはありがとうございます。恐縮です。もういただいてよろしいですか。申し訳ありません。どうもありがとうございます。社長お次いやいや、すみません、恐縮です。いや、ありがとういつも飲み慣れてはるやろうございけれども、はい、それでははい。乾杯ということでいただきます。まろやかな、本当ね。まろやかな感じがしますが、これの特徴って何か。はい、今シーズン作った新酒になります。で、京都産の亀岡の方で契約農家で作ってる山田錦を使って、ほうほうほう。それを40% まで精米する。ですから、6割ぬかに取っちゃうんですけどもね。お米の中心の山田錦の一番いいとこだけを使って、でこう低温で、普通のお酒ですと大体もろみ発酵期間っていうのは20日間ぐらいなんですけども、これ30日ぐらいかけてゆっくり低温で発酵させて、でこの、ちょっとフルーティーな香りがすると思うんですけども、そういう香りを出して、作った、いわゆる大吟醸のお酒です。大吟醸ですね。美味しい。ありがとうございます。本当に。しかも飲みやすいんです飲ね。みやすいね。これ美味しそうですね。よけ飲んでしまいそう。よけ飲んでください。これ3人で3パパの大変です。大変です。この間新聞の記事で見ましたら、はい、ウイスキーもジャパニーズウイスキーっていうのはやっぱりこう日本の水を使うことを条件だって言ってましたですね。日本酒も日本の米を使ったものしか日本酒と言えないっていうことになってまして、それ以外は清酒っていうふうに言うのが最近なんかそんな感じに、前までそんな関係なかったんですけど、最近そう言ってるので、今までうちもここ清酒って書いてたのを全部日本酒に変え始めてます。前は清酒っていう書いてありました。そうなんですよ。あんまりそんな清酒も日本酒も同じっていう風な。前は清酒だと日本の米でないかもしれないと。今はね。今はね。はい、今はそうなんです。前までそんな規定はなかったんですけど。なるほど。なるほど。だから今日本酒のその範疇の方が狭くなっているなので、るほど。だんだんこう皆さん日本酒っていう表示に変えてきてますね。あれお料理で京風料理って本当の京都じゃないやつですね。そう。美味しいわ。こういうの店いるわ。ありがとうございます。特徴って特別なそのさっき言った温度があれやとかあると思うんですけど、他に味の特徴ってあるんですか？すごく淡麗で透明感のある味わいっていう感じで、お米をたくさん削ってるっていうのはなんで削ってるかっていうと、外側にアミノ酸とかミネラル分とかがあるんですけど、そういうのを全部取っていってるんですね。お米の中心のその日本酒でいうそうアミノ酸とか雑味になっちゃうので、そういうのを全部取ったこう透明感のあるすっきりとした味わいのお酒を作るというところで、
すっきりしてる本当にね。今のお話聞いてパッとふと思ったんですけど、はいワインがね、割と飲まれるようになって一つのきっかけでソムリエがおられて、はいいろいろとこう表現豊かに説明してくれてね、はいこのお魚とだったらこれが合いますとか何年ものとかって日本酒のそういうソムリエみたいなのないんですか？それに近い人はいるんですけども、聞いたことある利き酒師とかね、そういう資格はあるんですけども、ソムリエほどそう厳格な感じではなくて、そうですよね。利き酒師ってのあるん利きですか？酒師っていうのはあるんですけども、ソムリエですとスクール行ってねこう結構大変な資格なんですけど、利き酒師は2日で取れてしまったりするので、そう難しくしたらいいんじゃない？もっと難しくしたら。難しいのも今数年前から出始めてます。それはね結構難しいやつが出てきてますので、ウイスキーも検定がありますもんね。ありますね。でさっき海外で日本酒で日本ではワインっていうのですけれど、フォーシーズンってあるでしょ、はい京都に、はい、あそこには日本酒バーがあるんですよ。なるほど。海外のお客様がすごく多いから、お庭のずーっと外れにこうお茶席みたいなのがあって、そこに日本酒バーがあるんですよ。日本酒だけしか出されないのね。あそこにうちのお酒も置いてもらってます。そうです。あそこ利き酒できるんですよ。6つぐらいあってね。ちょっと次のお酒。恐れ入ります。ありがとうございます。春のお酒なんですけど。はい。春だけ限定なんですよ。春って短いんですよ。なるほど。3月から4月いっぱいぐらいまでしかないので、本当に短い期間の限定品なんですけども、折り絡みって言ってちょっと濁ってるんです。あ、本当や。お酒を絞った時ね、ちょっとオリ分って言って濁ってる部分があるんですけども、それを集めてこう詰めた分で。これも吟醸酒。これも吟醸酒です。なるほど。独特のこの酒の旨味みたいな。なんかきつそう。度数が。度数はね、そんなに変わらず17度ぐらいなんですけども、芳醇な香りと味わいっていうのがね、残ってるようなそんなお酒です。なんかでもコクがあって美味しいね、これも。本当に。これはどぶろくっていうような、なんかよくわからないけど、あんなに近いんですかね。どぶろくってドロドロですけど、これはどっちかというとすっきりと飲みやすい濁り酒みたいな感じです。なるほど。どんだやでも日本酒メーカーってほとんどが中小なんですよね。あ、そうなんですか。大手さんがえらい目立つからね。やっぱりこの私らお酒作ってるって言ってますけども、実際米を酒に変えてるっていうのは微生物の力なんですね。麹の力でこの米のでんぷんを糖に変える、で酵母がその糖を食ってアルコール発酵するっていうその微生物がこう働きで米から酒に変わってる。でそこで大事なのは他の雑菌に侵されない清潔にするということであったり、あと温度管理なんですね。でこの製造のスケールが大きくなればなるほど温度管理っていうのは難しくなってくる。だから大手さんみたいにこう大量生産をするということになると、なかなかこうグレードの高いお酒を大量に作るっていうのは難しいんです。だから小規模にこう小さい作りで作る方が温度管理は確実にしやすい。うちらのタンクでも 1.5 トンで一仕込みね、米の量が 1.5 トンで作ってるんですけども、それでもタンク内の温度っていうのはもう4度ぐらい違うんですね、上と下の外側と内側っていうのは。温度管理っていうのは本当にこう1度2度のところが勝負なんで、その非常に難しいところなんです。それが大手さんだと30トンとか50トンとかもっと大きくなってきますんで、なかなか温度管理難しい。高品質のお酒を大量生産するのが難しい。だから大手さんでもいいお酒を作ろうとすると我々と同じ小スケールで作ってられるんですね。なるほど。なので我々小さいメーカーがこの未だに、全国1200社残ってるっていうのはそこなんですね。また次違うのが出てき次ました。西陣という
宮子さんどうぞお先に西陣のおかみから。いやどうもありがとうございます。すいません、失礼いたします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。恐縮です。すみません。ありがとう。飲んでください。ありがとうございます。はい、いただきます。京都産の今日の輝きという米 50% まで精米して作った、結構味わいがある純米酒だと思います。全然味が純米酒ね、こちらはね。それぞれ味が違うもんですね。全然こうタイプの違う3種類だと思います。こういうのはインターネットで販売されてるんですか？インターネットでも販売してます。酵母を変えたり、米の品種を変えたり、ちょっと作り方を変えたりでこう味わいが違うっていうのがね、この作り分け。ワインとかね、ブドウの品種赤いのもあれば白いのもあるし、ブドウを変えると大きくありますけど、日本酒の場合米の品種変えてもあんまり米って食べてもあんまり分からないでしょ。そうかもしれない。米の品種変えるだけではほとんど変わらないんですよね、味って。だからその酵母変えるとかいろんなこう作り方でこう作り分けるっていうのはすごく難しいですし、その作れるこう味の幅もそんなに広くないんですけども、でも私ら作り手としてはいろんなこうやり方をして、酸味を強くしたりこうすっきりさせたりっていうような精米具合やなんやでこう変えてるっていうところですね。日本のものって全部こうデリケートな違いを楽しむものだから、日本酒の多分違いも非常にデリケートだろうし、そうするとこのお料理だけじゃなくて今度器とか、それこそ掛け軸とか背景とかなんかいろんなものの組み合わせで楽しむね、微妙な違いを楽しむってことになるんでしょうね。そうですね。今はあんまり酒蔵見学とかも受け入れてないんですけども、今全国的にこの酒蔵を観光資源にという動きが我々の業界でもありまして、で酒蔵ツーリズムっていうのがね各地でされようとしてますんで、我々はこの京都のこの街中でこの酒蔵ツーリズム、それをやる方法っていうのを考えていきたいと。やりましょう。はい。ぜひ。伏見みたいにね、ああやってこう密集してるとこはいいんですけども、うちらみたいにこうポツンとあるところは酒蔵ツーリズムでももううちしかない。でも、この西陣の地区っていうのはいろんな他に観光資源がたくさんあるんですね。異業種でやればいいんですよ。そうなんですよ。酒蔵で釣らなくてもいろんな業種でこう組み合わさって茶道であったり、いろんな業種がこう着物であったりっていうのがありますから、それをこうつなげて観光資源として活用して。そうなんですよ。お醤油作ってるとこも近所にあるんですよね。だからそういうの一緒にやりましょうかってさっきお話をねさせていただいて、わざわざ京都に観光に来られたらいろんなことを体験していただいてね。それにはね西陣っていううちは古いだけあって、いろんなことがね、歴史もいっぱいありますし、同志社もあるじゃないですか。西陣に御所もあるし、冷泉家もあるし、もう古いとこいっぱいあるから、そういうのをね活用して、ボストン、アメリカのね、ボストンなんかね、ブルートレイルとかね、イエロートレイルとかレッドトレイルとかあって、そのボストンのこういう歴史を見るんだったらこの赤いラインをずっと回っていったらいけると。でこういうのが好きやったら青のラインを回っていったらいいとかね、観光客をこう誘導するようなコースがあって、西陣も例えばお酒とかそういう食べ物にかかるものだったらこうとかね、こういうものだったらこうとかね、いうふうにコースみたいなのを作ってるとかね、考えられると思うんですね。考えられる。だから西陣イコール着物っていうイメージが強いけど、そうじゃないんですよ。古いものがたくさんあるのね。でどのコースを回っても飛んだ屋に寄るようになってる。そうここを来ないと歴史がわからない。西陣のど真ん中ですからね。そうなんです。千両が辻言ってね。そこが千両の絹を動かしたっていう細い道なんです。うちの前ね。あんな細いんだけど
だから千両が辻っていうんですよ。大きい大宮通りっていうのは行ったら今宮さんに突き当たるとね。飛んだや辛口とか甘口というのは作る過程が違うわけですか。はい、伏見は女酒、灘は男酒でね、灘の水が地下水がね硬水で伏見、京都も含めてですけど軟水なので、そういうお酒になるって言ってますけども、実際は私らでも辛いお酒なんぼでも作れますし、灘でも甘いお酒作ろうと思ったら作れる。ただやっぱりその土地土地のその食文化に合わせて、そういう作り分けてるっていう部分が大きいんですね。なるほど。特徴を出してるわけですね。そうなんです。例えばこの日本海側の味の濃い料理の味噌とか醤油とか直接的な味付けした地域ですと、3月山灰作りとかね、そういうお酒であったり、東北の方の寒い地域ですとその寒酒に向いたお酒とかね、なるほど、そういうようなそれぞれこう地域の食文化に合わせたお酒っていうのが発展してきてる。で我々はやっぱり京料理っていうのを意識してますんで、京料理に合うような、すっきりとした穏やかでこう料理の味を引き立てるようなちょっと一歩下がったお酒を作るという感じで作ってますんで、こんな感じになるんです。いつ作られシーズンってあるんですか？シーズンはね、我々地酒メーカーっていうのは寒作りって言って寒い時期、秋冬ですね、秋にこう新米が9月ぐらいに収穫されて、で10月ぐらいからお酒作りを始めて、で春先花見時分にお酒作り全部終わって、でそこからもうあとはオフシーズンと、で酒蔵の職人はそのお酒作りに合わせて酒蔵にやってきて、で半年間働いて春からこう農家の方であったり林業であったり漁師さんであったりっていうこう半年ずつ働いて1、2年の生計を立てていくっていうような、そういうのが酒蔵の職人のスタイルだったんですけども、今はちょっと変わってきてましてね、そういう一次産業の人が減ってきてるので、酒蔵もそれぞれこう社員で作ったりもしてますけど、いまだにまだちょっと残ってます。ダブルワークするわけですね。そしたらで昔は完全にそうだったんで、雇用体系も秋冬だけでよかったんですけども、今は年中いる社員がいるんでね、一部出稼ぎに来てる社員もいますけども、そのオフシーズンにする仕事がないので、うちの場合はノンアルコール飲料を作ったり。ノンアルコールあるんですか？甘酒みたいなやつなんですけど、そうですか。去年から始めたんですけど、リキュールを始めて、レモンサワーとか柚子サワーとかそういうのを始めたりっていう、いろんなことで皆さんいろんなことをやっていかないと。職人さんっていうのは何年ぐらい経ったら一人前とかあるんですか？いわゆる杜氏っていう蔵の酒蔵の職人の、トップになるとやっぱり15年20年ぐらい経験してないと、それぞれのセクションを全部経験した人っていう2年ずつ経験したっていうと、やっぱりそれぐらいかかりますね。でも職人としては、入ってきてすぐの仕事もいろんな仕事がありますんでね。若い人がされるんでしょうか、そういう酒蔵で働きたい。なかなかねなかなかその難しいところでね。難しいですね。さあ飲む人が減ってるのか作る人もっと減ってるそうなんですね。逆に、今その若い方でね、そのお酒を作る職人になりたいって思う人ってどういうこのきっかけとか動機で思うんですかね。普通だとなかなかそういう機会がないでしょうと思うね。お父様がそういうお仕事なさってるとかね、あれだったら別でしょうけど。そうですね。若い人で大学卒業して職人になるかっていう人はなかなかいないんですけど、この4月から一人新しい職人が入ってくるんですけど、今京大の農学部の方なんですけどね。研究したいんやろね。将来杜氏になる高校なんですけどね、そういう子もたまにいますんでね。なんぼでも飲めるね、これ。3合飲まないか開けたら。
コップだけいけそう。あかん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 。今日はあれでしょ、美奈子さん、こうやってお食事いただきながらお酒いただいてるから、録画終わった頃に芸妓さんが来るんでしょ、ここに。なんでなんで飛んだや超美味しい。ありがとうございます。この中でやっぱり最初のが一番好きかも、ね。味がものすごい違うけれどもものすごい美味しいけど高いんですか？3300円です。あ、そうですか。そんなもんなんです。通常商品の中で一番高い商品でもその程度なんです。あ、そうですか。で日本酒ってね、これバカなことを伺いますけど、これ1本買いますでしょ、で今日美味しくいただいたけれども今日飲みきれないと、でキャップしといて、で僕もしばらく持つもんなんですか？ワインなんかだったらやっぱりある程度の期間に飲んでしまわないとあれでしょ。参加しちゃいます。はい。冷蔵庫に入れて保管していただいたら2週間ぐらいは全然そんなに風味変わらないです。ああ、そうですか。そうですか。で最後風味変わったらお料理入れたらなるほど、なるほど、美味しいよやっぱりね、美味しいお酒お料理に入れたら全然味が違いますよね。なるほど。美味しくいただいて、あと縁が盛り上がりたいと思いますが、発信はこの辺で、これ以上飲みながら喋ってるとどんな出現が飛び出すか分かりませんので、この辺で終わりたいと思いますが、今日は佐々木さんありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。日本酒に対して考え方が変わりましたか？いや、考え方が変わるという思いが深まりました。ああ、そうですね。だからキャップをして毎晩飲もうかと。ちょっと毎晩はよくない一日おきぐらいにね、一日おきぐらいにいただきましょうということで、皆さんにぜひご賞味いただきたい西陣のお酒の一つですので、ぜひにインターネットでも売っております。飛んだに来ていただいたら佐々木酒造さんもなんとか見学させていただくようにしたいと思っておりますのでぜひ来てください、西陣に。今日はね、楽しいお話をで、私たちもちょっと酔っ払ってしまいましたけれども、私も酔っててあんまり話は聞いてなかったですよ。よく言うお酒ってこういうふうに和を楽しんでさせていただける。しかもなんか日本酒ってちょっと口に入れただけでもふわーってなりますね。もちろんね、一人酒ってのはいいこともあるけれども、やっぱりこうやって仲のいい人たちとお話ししながらちょっと美味しいものをいただいて飲むってのはこれがまたいいですよね。それが一番です。今ね、コロナがあってなかなかそういう時もないけど、少人数でねちょっと美味しいお酒をいただくってね、これいいですね。佐々木さんには本当にありがとうございました。ぜひに宣伝していかなきゃいけませんね。そうです。みんな仲良く西陣でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。飛んだやぜひ気に入っていただいたら、京都文化茶論美奈子と浩二の部屋、ぜひにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。